皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。この番組は日本での生活や文化を楽しく学ぶポッドキャストです。美味しいコーヒーを飲むような気分でリラックスして聞いてくださいね。店長、こんにちは。今日もいつものブレンドをお願いします。拓也さん、いらっしゃいませ。あら、今日は大きな買い物袋を持っていますね。さっきスーパーの夕方のタイムセールに参戦してきたんです。見てください、このお惣菜。全部半額のシールが貼ってあるんですよ。わあ、お見事です。半額シールは日本のスーパーの宝探しのようなものですよね。本当にそうですね。でも実は今日、ちょっとした事件に遭遇しまして。事件ですか？気になりますね。何があったんですか？夕方の6時半くらいだったんですけど、店員さんが割引シールを持って現れた瞬間、空気がピリッと変わったんです。わかります。あの瞬間、お客さんの動きが止まって、店員さんの後ろを静かについていくシール待ちの行列ができるんですよね。そうなんです。僕の前を歩いていたおばさまが、店員さんがシールを貼る前にお目当てのお刺身をカゴに入れていたんです。そして店員さんにこれにも貼ってちょうだいって交渉していて。それは、実はあまり良くないマナーとされていますね。カゴに入れたものには貼らないというルールの店も多いんですよ。そうみたいですね。店員さんも困った顔をしていて、結局別のお客さんがそれはずるいよって小声で言っていて、売り場がちょっと気まずい雰囲気になりました。割引シールは一期一会。棚にあるものに貼られるのを待つのが普通の楽しみ方ですよね。ちなみにシールの段階も面白いんですよ。段階ですか？ええ、最初は2割引き、次に3割引き、そして閉店の1、2時間前になるといよいよ半額になります。今は食品ロス削減のためにかなり早い段階からシールを貼るお店も増えましたね。なるほど。でも店長、シール以外にも安くなる日ってありますよね。もちろんです。日本のスーパーには曜日ごとのリズムがあります。例えば、月曜日は全品 10% オフ、水曜日は卵の日といった具合です。僕がよく行くスーパーは8のつく日が 5% オフなんです。それは大手チェーンのイトーヨーカドーなどですね。8日、18日、28日はハッピーデーと呼ばれていて、多くの人がまとめ買いをします。他にもイオン系なら20日、30日は 5% オフというのも有名です。この前日曜日の午前中に行ったら、レジがものすごい行列で驚きました。日曜日は朝市をやるスーパーが多いですからね。新鮮な野菜が驚くような安さで売られるので、家族連れで大にぎわいになります。ポイントカードの話もしたかったんです。最近はカードじゃなくてスマホのアプリが主流ですよね。そうですね。現在はアプリでの二重取りが当たり前になっています。二重取り？例えば、レジでアプリのバーコードを見せてポイントを貯めて、さらに支払いをその店のクレジットカードや電子マネーで行うことでもう一度ポイントをもらうんです。僕もやってます。さらにポイント5倍デーを狙って買い物すると一気にポイントが貯まるので、たまにそのポイントだけでランチができちゃうこともあります。まさにポイントを集める活動、略してポイ活ですね。拓也さん、実は雨の日も狙い目だって知っていましたか？雨の日ですか？お客さんがあまり外に出なくなるので、スーパーによっては雨の日限定クーポンをアプリで配ったり、夕方の割引シールの時間を早めたりすることがあるんですよ。へえ、それは知らなかったです。これからは雨が降ったらラッキーと思ってスーパーに行くことにします。日本のスーパーはただの買い物の場所ではなく、いかに賢く楽しく生活するかという知恵比べの場所でもあるんですね。そうですね。あ、そういえば、スーパーの入り口で焼き芋の匂いと春のいちごの香りに誘われて、予定にないものまで買っちゃいました。それは日本のスーパーの罠にかかりましたね。特に奥にあるお惣菜コーナーを何も買わずに通り過ぎるのは難しいんですよ。そうなんです。今日は特にお惣菜の充実ぶりに驚きました。揚げ物だけじゃなくて、サラダや煮物、和食、洋食、中華、何でも揃っていて、まるでレストランみたいですよね。最近のお惣菜は本当にレベルが高いですから。拓也さん、何かお気に入りのメニューはありますか？僕はやっぱり
ポテトサラダですね。家で作るとじゃがいもを茹でて潰してと意外と手間がかかるじゃないですか。美味しいけど料理が面倒ですよね。でもスーパーに行けばベーコン入りとかシーチキン入りとかいろんな種類が並んでいて、わかります。実は最近健康志向がさらに強まっていて、高タンパク低カロリーなお惣菜も増えているんですよ。ヘルシーでいいですね。例えば豆腐で作ったハンバーグとか、糖質を抑えた衣の唐揚げとか。そういえばさっき店内調理って大きく書いてある看板を見ました。それは今ここで作りましたよという証ですね。出来たてはより一層美味しいですからね。夕方になるとマイク放送でただいま揚げたてのコロッケが出来上がりましたなんて流れることもあります。あの声を聞くとついカゴに入れちゃいませんか？入れちゃいます。以前仕事でクタクタに疲れて帰った時、あの揚げたてのメンチカツに救われたことがあるんです。温かいおかずがすぐ食べられるって本当に幸せですよね。さて、お惣菜もいいですが、日本のスーパーを使いこなすなら魚売り場のサービスも外せませんよ。あ、実は僕魚売り場はちょっと苦手なんです。丸ごと一匹の魚が並んでいてもどうやって料理していいかわからないし、家でさばくのは生ゴミの処理も大変そうで。そう思っている方は多いですね。でも実はあそこのカウンターにいる店員さんに声をかけると無料で魚をさばいてくれるって知っていましたか？え、無料なんですか？さばいてくださいって言うだけでいいんですか？ええ、身と骨にきれいに分けてくれますよ。他にも塩焼き用に内臓だけ取ってくださいとか、お刺身用に皮を剥いてくださいといったリクエストも OK なんです。すごい、それは知らなかったです。プロの包丁さばきを無料で借りられるなんて贅沢ですね。スーパーの魚売り場にもおもてなし文化がありますね。でも店長、忙しそうな店員さんに声をかけるのってちょっと勇気がいりませんか？そうですよね。でも最近は売り場のタブレットで予約ができるスーパーも増えています。買い物かごに魚を入れる前にタブレットで番号札をもらうんです。そうすれば他の買い物をしている間に準備しておいてくれます。それなら僕でも気軽に頼めそうです。便利な仕組みですね。お惣菜も魚売り場も共通しているのは、消費者の手間を減らして美味しいものを食べてもらいたいという思いです。店員さんにこれどうやって料理すればいいですかと聞くと、喜んでレシピを教えてくれることが多いですよね。いつも違うレシピで新しい発見があるかもしれませんね。そうだ店長、これ出張先の九州で見つけたんですけど、よかったら食べてください。わあ、ありがとうございます。あれ、これ有名な空港のお土産袋じゃなくて地元のスーパーの袋ですね。あはは、バレましたか。実は今回駅のお土産屋線がすごく混んでいたので、近くのスーパーのご当地コーナーに寄ってみたんです。そしたらお宝の山で。そうなんです。最近の日本のスーパーはその土地ならではの調味料やレトルト食品を集めたご当地コーナーに力を入れているんですよ。本当にそうですね。今回驚いたのは、その土地でしか売っていない調味料や地元の製麺所が作っている袋ラーメンの種類がものすごかったことです。駅のお土産屋さんは観光客向けの商品が多いですが、スーパーにあるのは地元の人が普段食べているものですからね。よりリアルな日本を感じられるお土産になりますね。知らない食べ物を発見するとワクワクしますね。僕の母は旅行に行くと必ずその土地のレトルトカレーをスーパーで買い占めるんです。ご当地カレーですね。飛騨牛カレーやいちごカレーなんて変わり種もあります。母は箱が薄いからカバンの中でかさばらないし日持ちもするから最強のお土産よと言っていました。スーパーのご当地商品を選ぶと、なんだかその土地とのつながりを感じられて、もっと大切に持ち帰りたくなります。その土地をもっと知れる気がします。次に旅行へ行くときは、まず最初に地元のスーパーをチェックするのが旅の達人への近道かもしれませんね。そうだ、聞いてください店長。僕、たまにエコバッグを忘れてスーパーに行っちゃうことがあるんです。あの時の、やってしまったという絶望感、わかりますか？よくわかります。レジで袋はいりますかと聞かれて、心の中で、5円かかっちゃうっ
って思う時の少しだけ負けたような気持ち。そうなんです。だから最近は仕事用のカバン、リュック、コートのポケット、あらゆるところに予備の小さなバッグを忍ばせています。それは賢いですね。あとエコバッグといえば袋詰めのパズルも面白いですよね。パズルですか？ええ、重い牛乳やジュースを下に、柔らかいパンや卵を一番上に。拓也さんは上手な方ですか？実は苦手なんです。この前欲張ってたくさん買いすぎて、バッグの中でイチゴが押されて潰れてしまって、家に帰ってからショックでしばらく動けませんでした。それは悲しいですね。袋詰めの話もそうですが、最近はセルフレジが当たり前になりましたよね。僕、最初はすごく緊張したんです。わかります。後ろに人が並んでいると早くスキャンしなきゃって焦りますよね。そうなんです。うまくできなくて冷や汗が出ました。でも今はスキャンしなくてもカゴを置くだけで一瞬で計算が終わるレジも増えましたね。でもまだ多くの場所では自分でスキャンするスタイルが主流です。他にも自分のスマホで商品をスキャンしながら買い物をするスタイルも増えてきましたよね。スマホレジと呼ばれるものですね。カゴに入れる瞬間に自分のスマホでピッとするので、最後にレジで並ぶ必要がないのが最大のメリットです。あれを使い始めてから買い物の時間が半分くらいになりました。でも一つだけ困ることがあって、なんでしょう？スマホの充電が切れそうな時は使えないんです。この前あと1品で終わりというところで画面が真っ暗になって、結局普通のレジに並び直しました。それは災難でしたね。便利なテクノロジーもバッテリーには勝てませんね。勝てませんね。便利になるのはいいですけど、店員さんと一言も話さないで買い物が終わるのも少し寂しい気がします。そうですね。だからこそ最近のスーパーは接客に特化したカウンターを別に作っているところも多いんですの。お年寄りや誰かと話しながら買い物をしたい人のために。なるほど。機械で効率化する分、必要なところにはしっかり人を配置するんですね。エコバッグの詰め方をアドバイスしてくれたり、旬の魚の食べ方を教えてくれたり、これからのスーパーはテクノロジーと人の温かさの両方が大事になっていくんでしょうね。確かに。僕も次はバッテリーをフル充電して、お気に入りのエコバッグを持って、またパズルに挑戦してきます。皆さんの国のスーパーには、夕方になると安くなる割引シールの文化はありますか？私の国ではこんな面白いサービスがあるよとか、日本のスーパーのここが不思議といった感想をぜひコメント欄で教えてくださいね。日本語の練習だと思って短い文章でも大丈夫ですよ。それでは次回のカフェでお会いしましょう。さようなら。